こんにちは、キキです。今日は漢字ってどうやってできたのっていうことについてお話ししたいなと思っていて、面白い物語だったりみんなが興味を持てるように話すつもりなので、ちょっと難しい専門用語も出てくるけど、その時は右耳から入れて左耳から出してくれればいいから、最後まで見てもらえると嬉しいなと思います。突然なんだけど、この漢字見たことあるかな？この漢字をよーく見て、何かに見えるな、何かに似てるなって思わない？これ月って読む漢字なんだけど、どうやってできたかっていうと、月の形に似せて漢字にしたらこうなったの。これと同じように木っていう漢字も木に寄せて、できたの。それで言うと雨っていう漢字とか、これねもう見るからに雨垂れちゃってるじゃんって思うんだけどね、この中の雨みたいなのと、あとはこの棒は、空を示していて、この四角みたいなのは雲を示していて、そこから雨が出てるっていう風に見えたり、あとは貝だね、貝も貝に似せてこういう感じになってたり、象とか、象もこれもなんとなく象に見えなくもないかなそういう感じで見たものを文字にしてみたっていう漢字の作り方が一つあるのね。それを象形文字っていうの。漢字の作られ方には4つあるうちの1つがこういう象形文字ね。で、これさ、エジプトの壁画に似てると思わない？なんかやってること一緒じゃん。エジプトの壁画だってさ、見たままのものを書いて、それを文字みたいにしたんじゃない？って思うとさ、もしもエジプトがそのままその文字を使い続けていて、今日エジプトに漢字があったとして、もしかしたら日本語とエジプトで同じ漢字があったかもしれないって思うと、ちょっとロマンがあるよね。次の漢字のでき方で言うと、指示文字っていうのがあるのね。これは何かっていうと、さっきは見たままのものだったけど、今度は目にするようなものではないもの、なんとなく概念だったりそういうものを点と線で示せないかなっていうことで生まれた漢字。わかりやすい例がね、1と2と3 1は線が1本で、2は線が2本で、3は線が3本でしょ。こんなにわかりやすい漢字ある？あとは上っていう漢字と下っていう漢字とかね。上っていう漢字はこの小さい線に注目してほしいの。この線が下の大きな線よりも上にあるでしょ。逆に下っていうのはこの長い線よりも下にこの点があるでしょ。だから上とか下とかってなってるの。他の例で言うと中っていう漢字真ん中に線があるでしょ、四角い中の中とか。点っていう漢字はこの下の大きいっていう感じなんだけど、これは人を表していて、その上に何かがあるよね。人よりも優れているものとか、そういう見方もあるんだけど、それで点っていう感じになったりとか、あとは元っていう漢字は、これはね、木っていう漢字に線が1本入ってるんだけど、ここに注目してほしいのこれが元でしょ、木のそういうところだったりとか、木にはね、もう一つ違う漢字があって、これに大きな長い線を上に刺すと末終わりとかっていう意味の漢字になるんだよね。これはどうしてかっていうと、大きな幹でも下に行くにつれて、端に行くにつれて枝がどんどん細くなっていくでしょ。それを示している漢字なの。これが指示文字で、ここで一つちょっと関係ないけど面白いのが、この上と下の長さが逆なだけの漢字があるの。これは未来とかっていう言葉に使われる木って読む漢字なんだけど、全く逆の意味なのねで、これは指示文字じゃなくって最初の象形文字。なんでかっていうと、これはまだ成長過程の木を示していて、上に行くほど細くなる。だからまだまだ未来があるよとかっていう意味で、これは象形文字ね。ちょっと難しいけどちょっと面白いでしょ。この指示文字っていうのは4つのカテゴリーの中で一番文字数が少ないやつなので、もう一つ3つ目のは何かっていうと、これは会意文字って言って、さっきの象形文字だったり指示文字を組み合わせて作ったものなの。どういうものがあるかっていうと、さっき木っていう漢字があるって言ったと思うんだけど、
これが2個並んでる漢字があるの。これもまた一つの漢字。これは何かっていうと林なのね。じゃあこれが3つになったら何になるでしょう。これは森っていう漢字なのねえ、そのままだよね他にもね火っていう漢字があるんだけど、これが上下に2つつながると炎っていう漢字になるの。じゃあこれが3つになるとどうなるでしょう。そんな感じはありませんなんでないんだろうね、逆になんかあってもいいよね、火が3つでなんかね、そういう意味の漢字が。他に漢文字で何があるかっていうと明るいっていう漢字。この左側のは窓を表してるんだって。で、窓から月の光が入ってくると明るいよねっていう風に作られた漢字だったり、あとはほだね。これは左側は人を表していて、右側は誰かそれを何かを背負っている。だから赤ちゃんだね。赤ちゃんを背負っている人を表してるんだって。で、それで、守るとかね、そういう意味合いがあるんだけど、それで言うと包むもそう。包むも大切なもの、つまり赤ちゃんを何かでくるんで、守っている様子、包むだったり、孫っていうのも面白くって、孫ってね、左側が子供で右側が糸っていう感じにすごく似てる感じなのね。それは何を示してるかっていうと、おじいちゃんおばあちゃんの代から孫の代まで何かが一本の線でつながっているかのような感情を表しているのが孫。すごく素敵でしょ。この漢文字っていうのは4つのカテゴリーの中でも比較的画数が多い漢字だから難しい漢字が多いかもしれない。でもね、日本人もね、書くときにね、これ漢文字だなとか象形文字だなとかって考えてないから、そんなことそんなこといちいち考える日本人もいないし、日本人もこの漢文字とか象形文字とかっていう言葉を聞いてもピンとこないかもしれない小学校では習ったはずなんだけど、そんなこといちいち考えてないから。だからそういうことを忘れて、自分が面白いなと思った部分だけ、覚えておいてもらえればいいなと思っているのね。で、最後に形成文字っていうのがあるけど、これはもう紹介しない。なんでかっていうとちょっと難しいからね。カテゴリー4つとか言ったのに3つしか紹介しないなんて、何事だ、形成文字も紹介しろって思う方はグッドボタンを押しといてください気が向いたらね、形成文字についての動画も作ろうかなと思ってて、とにかく外国人の方にとって漢字は難しい、漢字はもう嫌い、日本語なんか勉強するもんかって思ってる人もいるかもしれない。日本語を勉強しようと思って漢字が難しいから挫折しちゃった人もいるかもしれない。だけどそういう方に、分かるよって思ってお伝えしたいし、それだけじゃなくって漢字って面白いところもあるんだよってちょっとお話ししたくて、こういった動画を作りました。他にも漢字に関する疑問だとか、こういう動画も作ってほしいっていうのがあったらコメント欄に書いてください。というわけで最後までご覧くださりありがとうございました。またねー。